Hello everyone! 大家好皆さんこんにちは、ひときです。もうあげる、くれる、もらうはとっても大切な動詞なのになんでこんなに難しいのか。特に英語の give は日本語であげる、くれるがあるんですけど、なんで2つもあるのか、いつ使うのかを今日は説明したいと思います。実はこれらの動詞が難しいのは、例えばチョコをあげるみたいに名詞と動詞の使い方と何かをしてあげるみたいに動詞プラスあげるっていう使い方があるのでめっちゃ難しいです。でも最初は名詞プラスあげるとかそういうベーシックなところをやった方が絶対いいと思うので今日はそこを説明したいと思います。もう一番よく使うのはあげるともらうです。例えばお母さんが妹にチョコをあげる。妹はお母さんからチョコをもらうという風に使います。もう基本は英語の give はあげる、英語の receive はもらうで OK です。ちょっとおかしいのはくれるなんですよ。なんでくれるがあるの？でもなんでよく難しいって言われるかというと、このくれるのせいなんですよ。このくれるは特別な時しか使わないんですよ。普通はさっきも言いましたけど A ちゃんが B 君にラブレターをあげるとか B 君が A ちゃんからラブレターをもらうという風にもうあげるともらうで十分だったのにここにくれるが入ったのはすごい特別な意味があるんです。ちなみにあげるの覚え方はあげるあげるあげる I give you I give you I give you どうですか？ I give you あげる似てないですか？ちょっと似てないかもしれないですね。話を戻すとくれるはどういう時に使うかというと誰かが自分にくれる時にくれるを使います。この時にあげるを使わないんですよ。やっぱり自分って他の誰よりも特別じゃないですか。だから自分の話が中心になるとくれるという特別な動詞を使います。例えばさっきはお母さんが妹にチョコをあげるでしたけど自分の場合はお母さんが僕にチョコをくれるという風に使うんです。実はもらうの使い方は簡単で誰でももらうを使います。お母さんからチョコをもらうという風に別に自分の話でも全部もらうを使います。でも give の場合はあげるとくれるの2つの使い方があります。でも基本はあげるなのでお父さんからお母さんにあげる、妹からお母さんにあげるとかも全部あげるです。でもお父さんとかお母さんとか、他の誰でも自分に何かをくれるときはあげるじゃなくてくれるを使います。たまにちょっと日本語がおかしい人はこれはお母さんが僕にあげた時計だよという人もたまにいるんですけど、でもそれだと僕は自分のことなのにあげるは他の人なので他の僕がいる二人僕がいるのなんか二重人格なのっていう話になっちゃいます。今日はいい天気だからこっちの僕だけど明日はこっちの僕がいると思う。そういうことはあまりないと思うので誰かが僕にくれるという時はくれるを使ってください。さっき言ったように基本的にはあげるあげるあげるでもくれるでしたけど、でももっと広く物事を見てみるとあそこには僕の昔の学校があったり近くには好きな本屋さんがあったりすごい世界は広いですよね。そういう状況の中では僕の家族っていうのは、すごい近くに感じませんか？なんか僕のものというか僕自身に感じる時ってあると思うんですよ。例えば妹が学校でいい成績を取ったら僕もちょっと嬉しいし、お父さんが会社でボーナスをもらったらちょっと僕も使えるかなって僕も嬉しくなります。そういう風に家族同士じゃなくて他の人が家族に何かしてくれた時、自分自身が何かしてもらったように感じる時はくれるを使います。やっぱりいろいろな話をすると家族って自分のサークルの中にありますよね。でもまた家族同士の話をするときは家族同士で何かをあげるときはあげる、家族が僕に何かをくれるときはくれるを使います。ちょっと難しいかもしれないですけどこのサークルの大きさを考えるとちょっと考えやすいかなと思います。基本くれるを使うときは誰かが僕にくれるですけど、そのサークルが大きくなると例えば他の学校が僕の学校に教科書をくれたという言い方もできます。
これも自分にメリットがあるし、自分のことのように嬉しいですよね。僕の学校は僕自身ではないんですけど、くれるという動詞を使うことができます。もっと世界を大きくすると、ブラジルが日本に美味しいコーヒーの豆をくれたという言い方もできます。これも僕は日本人なので、ブラジルが日本になんかいいことをしてくれると自分自身のように嬉しいので、くれたという表現を使います。だから例えばブラジルが日本にコーヒー豆をあげたと言ったら、なんか僕とは関係ないような、僕は全然メリットないし嬉しいとかそういうのもないみたいに聞こえてしまうので、その人がそのサークルにいるか気持ちがあるかとかそういうのがちょっと見えるので、すごい面白いと思います。難しいのでもう一回簡単に言うと、基本はみんなあげるあげるあげる。でも自分の時だけ誰かがくれる。でもいろいろな話をしてくると、自分のことのように嬉しい時があって、その時は自分じゃなくてもくれるという使い方ができるという話をしました。でもう一つ、さっき僕も言いましたけど、くれるっていいイメージがあるじゃないですか。だからお母さんがプレゼントをくれるっていう言い方はしますけど、お母さんがゴミをくれるという言い方はしないです。でももちろんあげたも使わないので、僕だったらお母さんがゴミを渡したとか別の動詞を使うと思います。まあもらうを使っても間違いではないんですけど、 I received garbage って言ったらちょっとなんかちょっと変じゃないですか。だから僕はもらうもくれるも使わないで、渡したとかそういうプラスの意味が入ってないような言葉を選びます。まあ、あげるは絶対間違いなので、ゴミをもらって嬉しかったらもらうでもいいですけど、あまりそういう人はいないと思うので、嬉しいものじゃなかったらちょっと他の動詞を選ぶといいと思います。最後に一つだけ練習しましょう。僕が皆さんにプレイステーション5をあげたら、皆さんは何と言いますか？ひときがプレイステーション5をくれたですよね。これは嬉しいのでくれたを使っていいですよね。もしくはひときにプレイステーション5をもらったを使ってもいいですよね。ちょっと難しかったかもしれないですけど、くれたを使っている人がいたら、この人にとってメリットがあることだなっていう風に思ってください。今日の動画なんか楽しかったです。なんでこんな笑いが止まんないんだろう皆さんありがとうございました。あとオノマップを応援したいと言ってくれている方に Patreon を作ったので、リンクを説明欄に貼っておくので、興味がある人はぜひ見てください。そういえばみんなの国はバレンタインデーはあると思うんだけど、ホワイトデーってある？バレンタインデーは2月でしょ？でもね、3月にホワイトデーっていうのが日本にあって、その時にバレンタインの時にチョコをもらった男性はみんなお返しにチョコとかハンカチとか花束とか、ちょっとプレゼントは違うんだけど、それを女性にあげるの。俺も今年家族が俺にバレンタインデーのチョコくれたから、俺はホワイトデーの時何あげたらいいかなって考えてるんだけど、何がいいかな。おばあちゃんにチョコをあげるとあまり体に良くないから、多分おばあちゃんには花束をあげようかなって今考えてる。みんなはホワイトデーの時に何をあげてるか、ぜひコメントに書いてください。ホワイトデー何買ったかインスタグラムのストーリーに多分載せると思うからチェックしてみて。じゃあバイバイ。